私は結婚して今この家に半年ぐらい住んでいます。で、だいぶいろいろ落ち着いてきて家事とかもできるようになったので、ちょっとこの機会に、皆さんに今の我が家のキッチンの紹介と使っていて便利だなって思うようなアイテムを紹介しようと思います。よろしくお願いします。シンク周りのご紹介をしたいと思います。まずはこのシンク横のスペースを活用できるアイテムのご紹介なんですけど、だいたい幅が20センチぐらいのスペースになります。で、ここに私はこの水切りラックを置いています。で、このアイテムは山崎実業のタワーシリーズのアイテムになります。ちょうどここの幅にすっぽりはまって、場所も取らずスリムでとても使いやすい水切りラックになります。で、先ほどのこの水切りラックなんですけど、スリムでとってもいいんですが、洗い物が多い時はちょっとこれに全部入りきらなくって場所が足りないなっていう時があります。で、その時に役立つのが折りたたみ式の水切りラックになります。これもタワーシリーズのアイテムです。で、こんな感じでシンクに置いて設置して水切りするようにします。この水切りラックは一定の間隔で仕切りがついてるので、こうやってお皿もこんな感じで立てかけることができます。これで水切りもきちんとしてくれます。で、あとはここのシリコンのところはこの水切りラックのカトラリー入れがパンパンになっちゃった時にカトラリーを置くこともできるし、箸置きもこうやって置いて乾かすことができます。キッチンで手を洗う時はこのイソップのアニマルハンドソープですね、アニマル使ってます。で、うちはピッピっていう猫がいるので、ちょっと柑橘系精油やね。普通のイソップのハンドソープに入ってるような精油は猫の肝臓に良くないから、それを除外したイソップのアニマルシリーズのハンドソープを使っております。はい、でも匂いもとても爽やかでいい感じです。次、こちらですね。こちら食器用の洗剤のボトルになるんですが、まずそれの説明をした方がいいんちゃうか。そのスポンジ入れがなんでそんなとこになってるかっていう。そう、うちはピッピっていうスポンジ泥棒がキッチンに登ってそのスポンジを盗んで、端っこの方でもしがしがんでるんで、なんか頑張って探したらそれぐらいしかなかったよね。そう、ここに置いてたけど取って持っていっちゃうんで、スポンジを隠せる容器を探しました。で、そのスポンジを使って、いや、このボトルなんですけど、このボトルは上にプッシュできるようになってるんで、こうやってプッシュってしたら1回分の洗剤が出るようになります。だから片手でできるんで楽ですね。はい。あとこのスポンジなんですけど、このスポンジパックスナチュロンっていうスポンジなんですが、これがめちゃくちゃいいです。すごくおすすめです。売りとしては泡立ちが良くて水切れも良くて耐久力も抜群っていう感じなんですけど、これすごいいいよね。めちゃめちゃいいよね。普通のスーパーのスポンジやったら1ヶ月使い倒したらもうへたってもうしんどいみたいな感じやけど、これは全然へたらないんで、買い時がわからないみたいな感じですね。めちゃめちゃ使っちゃう。一回やってみる？はい。一回シュッてして、もう泡立ちがめちゃくちゃいい。とってもおすすめです。次のアイテムはポリ袋エコホルダーっていうやつで、これもまたタワーのアイテムになります。ご飯作ってる時に生ゴミとかが出ると思うんですけど、こいつをシンクに置いておいて、あとはもう市販で売ってる水切りのネットここにかぶせて、で生ゴミをどんどん入れて、料理し終わったらそのままポイって捨てちゃいます。ポリ袋がいいって書いてあったんだけど、ポリ袋だと結構水分が溜まってタポタポになっちゃうんで、私はこの水切りのネットを入れています。はい、次は、コンロ周りのアイテムをご紹介していきます。
じゃあコンロ周りのまずアクリル板はコンロの向こう側も何も仕切りがないので、別に別途アクリル板を買って立てかけています。これで油跳ねを防いでいます。結構見てたら油汚れがやっぱついてるからつけとかないと、そのリビングに油飛んじゃってるなみたいな感じがあるね。あるね。結構油汚れがあるのが分かります。で、次はこの排気口の上に置くカバーです。排気口カバーになります。こんな感じで伸びます。長さを調整できます。で、ここに排気口カバーを設置することで油の跳ねも防ぐことができるし、野菜くずがここに入っちゃったりするのも防ぐことができます。で、こちらも我らがタワーのアイテムの商品になります。で、うち今マンション IH のコンロなんですけど、今はそんなに目立たないんですが、最初このまま使ってたら結構焦げ付きがひどくて落とすの大変やったよね。重曹で頑張ってこすったら取れました。ちょっと彼が頑張ってゴシゴシして取ってくれたんですけど、やっぱりフライパンとかお鍋で料理してたらどうしても IH 焦げ付きがあるので、いいものを見つけました。はい、じゃじゃん。これが IH のコンロカバーですね。コンロカバー、シリコンでできてます。サラサデザインっていうなんかおしゃれな雑貨屋さんで、見つけたものになります。こうやって置いといて、その上からお鍋をこうやってシリコンの上に、フライパン乗せて焼いたりしてできます。で、なんだろう、普通に熱は通す、ね、全然問題ない。最初なんかこんなんでほんまに熱通んのかみたいな不安感はあったけど、全然いつもの IH 通り、熱伝導は問題なしです。で、振ることもできる。そんなにズレもないという感じですね。で、焦げ付きだったり IH コンロの傷つきを防ぐことができます。で、これもシリコンなので、簡単に洗うことができます。うちは食洗機ないんだけど、食洗機で洗うこともできるらしいので、食洗機のお宅でもポイと入れちゃってすぐに洗えると思います。コンロ周りの収納なんですけど、マグネット収納に助けられています。まずここですね。これが、マグネットのスパイスラックになります。これもタワーのシリーズのアイテムになります。こっち側に白いごま油と黒いごま油と、あとオリーブオイルを、収納しています。で、こっちが電動ミルだね。ブラックペッパーのミルと、あとお塩、ソルトの電動ミルを2つ置いています。なんかこうやって置いてあると、なんだろう、調味料っていうかおしゃれなインテリアっぽくも見えるかな、なんか見せる収納みたいな感じでいいかなと思って、もうそのまま見えるように出しています。ここでこのままこうやってお料理できるから、なんかこの動線もすごくねスムーズで、ここに置いてあるのめちゃめちゃ便利なんです。普通にすごい便利です。そう、すごく便利です。次はここの縦のラインなんですけど、これはマグネット調味料ストッカー。これもタワーシリーズのアイテムになります。で、ここにはお塩と、お砂糖と小麦粉を入れています。で、これも取っ手がついてて、こうやって切って取って、そのまま片手で開けて小さじが入ってるんで、こうやってお鍋に入れたりフライパンに入れたりできます。お料理の動線がとってもスムーズで、ここに調味料があるのはやっぱり便利です。あとは形が違うんですけど、これも調味料ストッカーで、ここには味の素を入れています。調味料ストッカー、この2種類だけじゃなくて結構いろんな種類の調味料のストッカーがあるので、入れたいものに合わせてシリーズでこうまとめて集めるととても見栄えもいいかなと思います。最後これですね。これはキッチンツールフックになります。ここにもたくさんかけてて、フックが1234566個フックがあるので、メジャーカップかけたり小さじ大さじとか、ピーラーとかお玉とかフライ返しをかけています。だからアイテム買うときはここに穴があるやつ、かけられるやつを必ず選んで、このフックにかけられるようにしています。次はこれもマグネットのキッチンタイマーです。これは無印のやんね。無印良品のキッチンタイマーになります。で、このキッチンタイマーセットの仕方がすごく簡単で、時計回りにぐるぐるって回すだけで時間のセットができます。今度はキッチン周りのお掃除グッズとして、ここに電解水、普
脱電解水とアルコールを置いています。これもマグネットなんだけど、これもタワーシリーズのスプレーボトルです。もう何にもない綺麗な真っ白なボトルなので、こういうパッケージでこう青とか赤とかガラガラしちゃうのがね、翔くんは苦手だもんね。ちょっと生活感が出ちゃうので、ある程度詰め替えるようにはしてます。電解水とアルコール分けてるのは、基本アルコールでなんか除菌したりお掃除したりしたいんですけど、やっぱりうちは猫がいるので、アルコールだと猫ちゃんがもしかしたら舐めたりとか触ったりするところがちょっとあんま体に良くないところもあるので、舐めそうだなとか触りそうだなっていうところはここのアルカリの電解水でお掃除をしています。はい、じゃあキッチンの上に置いているもののご紹介をします。まずは、温度調整付きの電気ケトルです。でこれは前の動画で2022年買ってよかったもの家電編でも紹介したんですけれども、これ私とっても気に入っている電気ケトルになります。ただの電気ケトルじゃなくて本当に温度調整ができるので、例えば50度にしたいとかだったらこれをくるくるくるって回して50度って調整したら50度に温めてくれて、そのまま保温をしてくれます。で保温してほしくなかったらオンオフ切り替えられるんですけど、50度になったらそのまま50度のまま、キープしてくれます。なんか見た目がちょっとバルミューダに似てるんだけど、でもバルミューダ持ってたけど、そっちの方がなんかコーヒーのドリップする時とかは入れやすい。水切りがね、すごくいいよね。フェロっていうブランドになります。僕が妻に内緒で急に買ってきました。そうでも基本的にはセンスをお任せしております。次は Google ホーム。 Google ホームキッチンに置くとめちゃめちゃ便利じゃない？便利ね。さっき無印でキッチンタイマー置いてあるってあったんですけど、だから本当にもう手が何にも空いてないぜっていう時は OKGoogle3 分後にアラーム、 Google ホームにアラーム設定してもらいます。であとはこれ結構画面が大きいので動画が見れるんだよね。YouTube とかで料理動画をそのままここの Google ホームに流して動画見ながらご飯を作ることができる。なのでなんかいちいち携帯で見ながらとかじゃなくて、そのまま動画流して料理できるっていうのもとっても便利。一番いいのがこのカメラがついてるんですが、このカメラにこう手をこうやって当てると YouTube がストップしたり、もう一回やると YouTube を再生したりできるんで、手が塞がってる時にすごい便利です。キッチン基本白いんですけど、ちょっとお花を飾っています。割と大きめの花瓶で LSA インターナショナルっていうロンドンのガラスデザインの専門店の花瓶を買いました。でそこに結構大きな花瓶なので大ぶりなお花を飾っています。なので白の中にちょっと色が映えていいかなと思ってインテリアとして飾っているというところです。では次はうちで使っている包丁とまな板のご紹介です。はい、ここに包丁収納があるので包丁を4つほど収納しています。じゃあ我が家で使っている包丁を全部出してみました。全部で5つね、5つあります。で、これがペティナイフですね。ペティナイフ、これは果物切ったりとかちっちゃいものを切るのに役に立ちます。で、はい、これは出刃包丁ですね。出刃包丁あんまり一般のお家ないかもしれないんですけど、うちの夫がお魚をさばくことがあるので出刃包丁も用意してます。これは普通の三徳包丁ですね。三徳包丁はよく普段一番使う包丁です。で、これが刺身包丁。刺身包丁も夫が魚さばいた後にお刺身にするんで刺身包丁も用意してます。はい、主にそこまでが関まごろくシリーズで全部揃えてます。関まごろく、はい、関まごろくのシリーズで4つ揃えてます。で最後これ菜切り包丁、刃切り包丁とか菜切り包丁とか言うけど、これはグローバルの菜切り包丁です。4つ関まごろくで今まで揃えてたんですけど、グローバルの菜切り包丁全部ステンレスで見た目がとってもかっこいいなと思って、ちょっとここの菜切り包丁だけはグローバルを揃えてみました。はい、こんな感じです。であとはまごろく関の包丁研ぎです。
で私は正直包丁研いだことないんですけど、お魚さばいた後の出刃包丁とか多分歯切れ悪くなるんで夫が研ぎ研ぎしてます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次は使っているまな板の紹介です。うちではまな板大きいのと小さいの主に2つを使っています。で1つは IKEA で買ったまな板です。でかなりサイズが大きくっていいよね、使いやすいよね、使いやすいです、なんか素材はね竹素材で結構切った時の感覚も気持ちいい、トン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 言って気持ちいいんですけど、ちょっと切ってみようと思います。いい音がするかな。こんな感じでなんかねトン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 って音がすごく良くて心地いい、小気味いい感じです。そして見えるかな、側面が斜めになっててシュッて持ちやすいです。でなんかさ安っぽくないんだけど1500円ぐらいで安いんだよね。そうそうそう、なんかもう一個欲しいぐらい。そうそう安い。だけどちょっと重たい、結構重たいっていうところがあります。なので結構重たいし大きいのでそんな大きいもの切らんでいいんだけどみたいな時、生姜とかニンニクとか果物切りたいとかっていう時はこの IKEA のだとかなり大きくって重たいのでこの小さいまな板を使っています。このまな板は、近所にあるちょっとおしゃれなお気に入りのインテリアショップで買ったものです。なんかねちょっとこの木の素材そのまま使っている感じで桜の木か何かだったんですけどこう光沢があってなんかおしゃれだよね、かわいい味がある感じだね。包丁です。でサイズも小さいので切ってそのままなんか生ハムを置いたりとかチーズを置いたりしてテーブルに出しても絵になる感じのまな板です。これは気に入っています。はい。じゃあ次は我が家のカトラリーをご紹介します。よいしょ。カトラリー収納はニトリの仕分けボックスで仕分けをしています。であとはどこに何を収納するかっていうのは私はいつも適当に放り込んでしまうので夫にテプラを買ってもらって分かるようにしてもらっています。じゃあカトラリーの中から抜粋してご紹介しようと思います。はい、キッチンバサミ2つね。これはもう普通のキッチンバサミだよね。無印の分解して洗えるハサミで簡単に分解してちょっとサビ入っちゃってるけど洗う時に分解できるのが便利っていうことです。清潔に保てることができます。はい。でこれは孫六石のキッチンバサミ。めっちゃ軽くないこれ？軽いし切れ味がやっぱり関孫六シリーズなんですごいんで魚を切る時とかに重宝してます。ギザギザだから切りやすいね、魚とかね。そうなんか結構硬いもん、魚の身とかの骨とかもそれで切りやすいので重宝してます。はい、これは翔くんがよく使っているね。はい。はい。であとはトングです。トング長めのトングでマーシャンっていうブランドのトングになります。はい、これはなんか形とステンレス感がマットでいいなと思って買いました。それは何をするときに使ってますか？サラダを取ったりしたり、あとお鍋の中になる煮物を取ったりしたりしてます。はい。はい。で今度はこっちはちょっと小さめの指先トングっていうやつです。これはレイヤっていうブランドのトングです。これ結構お店でよく見る、なんか外食した時とかにお店でよくサラダの取り分けに出していて見るから人気なのかな。なんか揚げ物とかしてとんかつ切る時に手をやったら熱いからここでチュッて押さえて切るとかでもできる。便利でどんどんトングが小さくなりますよ。はい、これは薬味用のトングで家事問屋さんのトングになります。薬味トングかわいい。ネギを取るときとか、ネギとかそういう貝割れ大根とか大葉とか薬味を取る時のトングです。ほい。で次はマーナの極みしゃもじっ
っていうしゃもじです。これ結構口コミが良かったんだよね、人気っていうので聞いたので、私も最近購入しました。でご飯炊いてしゃもじですくってみたんですけど、めっちゃご飯がすくいやすいって、ご飯粒がつかない。お米のプロとそのマーナさん開発して作ったしゃもじらしいんですけど、共同開発したらしいんだけど、全然お米がつかなくて、しかも普通のしゃもじより多分ちょっと細い、スリムだから、お茶碗に入れたりとか冷凍する時の、タッパーに入れたりする時にこぼれなくってすごく、便利でした。で、あとなんか立てれるのあるじゃん、独立で立てれるしゃもじあるやん、でそれ結構バチャンってなるんよ。私は倒しがちなんよ、立てられるのに、だけどこれはここにちょっと突起が出てるから、そのまま置ける系のやつですかね。そのまま置けるんでつかなくて衛生的なんで、これもいいかな。独立で立つのよりは安定感あるなって思ってます。じゃあうちではおろし器は2つ使ってます。で幅が狭いのは生姜とかにんにくとかそういうのだよね、そういうちっちゃいものはこの細いおろし器で使ってます。メーカーはナイトライズっていうメーカーのオロッソっていうおろし器を使っています。でもう一個はちょっと幅が広いやつ、ちょっと幅が広いやつ、これが、マイクロプレインっていう、メーカーのおろし器を使ってます。こっちはちょっと幅が広いんで、パルミジャーノレッジャーのチーズとか、あとは柚子とかレモンとか柑橘系の皮をこうすりおろしたいなっていう時に使っています。で私今まで全く同じメーカーだと思い込んでたんですが、ちょっと別メーカーだったんだけど気づいていた？いや知らなかったそうだよね、だからマイクロプレインっていうのはなんかもうおろし器、ゼスターグレーターっていうらしいおろし器のこと知ってた？知らないゼスターグレーターって言えば、おろし器といえばマイクロプレインっていうぐらいすごく有名なアメリカのブランドなんだって。そんないいやつやったのこれ？知らなかったね。そうでこっちはでもね、こっちもプロの料理人が監修したおろし器っていう風に書いてあったから、全然てか使ってる分に何にも問題なくてすごく使いやすいけど、よく見ると確かにマイクロプレインの方がここら辺とかステンレスだし、なんかこうかけられるようになってるし、ちょっとね重みもあって重厚感がある、ちょっともしかしたらこっちの方が高級感があるかなという感じ。でもね、おろすはおろすでね軽くて使いやすいよ。ただね、あれだよね、指持ってかれるよね。どっちも指持ってかれる指持っていかれるからね、ちょっと気をつけてください。かなりどっちも洗い物する時も気をつけないと指は持ってかれます。削り心地がね抜群なので指を持っていかれる時があります。次は私がすごくお気に入りのカトラリーです。これは皆さんもね多分ご存知の方も多いと思うんですけど、クチポールのカトラリーです。でゴアっていうシリーズが結構有名かなと思うんですけど、これはムーンっていうシリーズで、マット系のステンレスのやつです。マットじゃなくてツルツルのステンレスもありましたけど、ちょっとマットがいいかなと思ってこれを選びましたというのは、結婚のお祝いで高校のお友達、仲良しの高校のお友達からねもらったんです。なんか好きなの選んでって言われたからもらいました。なかなか在庫もなくて探してもらったよね。なんか、今在庫があんまりないみたいで結構探してもらったんですけど、無事に欲しいのがもらえてよかったです。可愛いよね。なんかシンプルで、そうこれ使ってるだけで気分が上がるっていう感じでとっても気に入ってます。ムーンっていうシリーズです。こちらにはメインで使う調味料をまとめています。小麦粉、塩、片栗粉、砂糖などよく使う調味料はフレッシュロックという保存容器に入れてまとめています。フレッシュロックは一般的にインテリア雑貨で売っている保存容器よりも比較的リーズナブルに購入することができます。だいたい1つ300円ぐらいだったと思います。使い方としては片手で簡単に開けることができて、片手が塞がっている時にでも
使うことができて便利です。スプーンももともと付属で入っていて、大さじ1のスプーンが入っています。100円ショップでも似たような容器があるみたいなんですけれども、100円ショップだとちょっと密封ができないということだったので、密封ができるフレッシュロックを選んでみました。コンロ脇の狭い収納スペースには、こまごまとしたスパイス系の調味料を入れています。このスペースはすごくカラフルになって生活感が出るので、他の調味料入れに移し替えることも検討したんですけれども、ちょっとさすがに量があって面倒くさかったので、ここは妥協してそのまま入れています。この大きな収納スペースには液体系の調味料と、あとパスタを入れています。調味料はそのままボンボン入れているんですが、パスタはこうやってパスタの容器に入れて保存しています。パスタはオクソの保存容器に入れて収納しています。今密閉されている状態なんですが、真ん中のボタンを押すと蓋が開きます。ボタンも大きいのでハンドル代わりになります。で、密閉するときはそのまま真ん中のボタンを押し下げるとしっかり密閉してくれます。で、パスタ以外でも昆布とか春雨を入れても保存もできるみたいです。コンロ下の大きいスペースには、鍋やフライパン、あとはキッチンツールも収納しています。フライパンや鍋や鍋蓋の仕切りは IKEA の有孔ボードオーガナイザーを使って仕切っています。フライパンは前まではこのメイヤーのフライパンを使っていました。ちょっと見てわかる通り、かなり傷が入ってきてテフロン加工が剥げてしまってきているので、今はツビリングですね、ツビリングのフライパンを使っています。まだ買いたてなので新しいです。先ほどのツビリングのフライパンを購入した時に一緒にツビリングの小鍋も購入しました。で、この小鍋のとてもいいところは湯切りができるところです。見てもらったら分かるように、鍋の蓋にこうやって穴がついていて湯切りできるようになります。穴の大きさは大小2つ2種類あります。なので例えば野菜を茹でてお湯だけ捨てたいなっていう時はざるがいらないで、鍋をそのまま傾けるだけで湯切りができてかなり便利です。洗い物が減るのがいいよね、ざるの。洗い物が減るし、湯切りした時に湯気がわーって立って熱っていう時とかあるんですけど、それもないのでとっても楽、とてもいい買い物をしました。こちらは結婚祝いでいただいたレミパンです。レミパンは使われている方も多いかもしれないんですが、オールインワンっていうところがとてもいいところですね。フライパンなんだけど深さがあるので鍋にもなるし、そのままフライパンにもなるので、これ一つあればいろんな料理が作れます。で、あと蓋、鍋蓋なんですけど、こういう感じでちょっと変わった蓋の形になっているので、蓋を取った時にそのままここに立てかけられるのが便利です。で、あとはレミパンと一緒にセットになってるんですが、この蒸し器もいただきました。ので、これで何か蒸したいなっていう時は蒸し器にもなって、普段あんまり蒸すことなかったんですけど、じゃがいもを蒸したりして蒸し料理をする機会が増えました。はい。コンロの一番下のスペースにはタッパーやその他もろもろの小物を収納しています。タッパーを仕切る際も IKEA の有孔ボードオーガナイザーを置いて仕切っています。ここにはクエン酸と重曹もフレッシュロックに入れてすぐに使えるように収納しています。重曹は本当便利で、こういうコーヒーの洗っても取れない茶渋みたいなものを落とすことができます。はい。
で水でちょっと薄めて重曹ペーストみたいなのを作ります。はい、で、先ほどの重曹ペーストでこのコーヒーの茶渋みたいなのを落としていきます。ほら、だいぶきれいになりました。まずはじめの保存容器は IKEA の365プラスというシリーズのガラスの保存容器になります。耐熱ガラスになっているので、このままオーブンに入れて調理をすることもできます。で、見た目もガラスだし、蓋も竹素材で、なんかいい感じだよね。おしゃれな感じ。なんかそれに入ってるだけで美味しそうに見える。今ここにマカロニサラダが入ってるので開けてみます。一応かへんな。はい、これがなんかもう透明で何が入ってるか横からわかるので、冷蔵庫に入ってあったらすごく美味しそうに見えるし、そのままテーブルに出しても全然こうタッパーで出してる感がなくていいかなという感じです。2つ目のタッパーはディーン&デルーカのタッパーになります。これはホーローでできているので、こちらもオーブンに入れたりそのままトースターに入れて使うことができます。で色が今私2つ持ってるんですけど、普段はこのネイビーのカラーですかね。このカラーが通常のカラーみたいです。で、赤色は2年前ぐらいにたまたまクリスマスの限定カラーで見つけて可愛かったので買ってみました。で、これも同じくそのまま食卓に出してもおしゃれに見えるので使いやすいなと思って使っています。次はニトリの折りたためる保存容器です。これは、私作り置きをするので、作り置きの時によく使うんですけど、折りたためてかなり場所を取らないので、そこは便利なので作り置きの時にはよく使っています。ちょっと実際にどうやって折りたためるか使ってみようと思います。もともとこんな風にすごく小さくコンパクトになるんですけど、開けたらこんな感じで結構深さもある容器になります。で、畳むときはそのまま蓋をしてシュッと潰せばすぐ潰れて、こんな感じでコンパクトになります。こちらの保存容器はちょっと今までのとは毛色が違うんですけれども、マーナですね。しゃもじの時にすごいいいしゃもじですよっていう紹介したマーナの極みシリーズ、同じシリーズです。極みシリーズの冷凍ご飯容器になります。で、今までご飯はラップにくるんで保存してたんですけど、今はこの保存容器に入れて保存してます。この一つが 180g だったかな、ご飯が入るっていう感じです。で、ここに水切りがついているので、実際冷凍ご飯を解凍するとかなり水分が出るんですけど、余計な水分を取ることができるので、すごく美味しくご飯が解凍できます。ご飯がべちゃべちゃにならないよね。べちゃべちゃにならなくてふっくら解凍できてとっても美味しい。で、なんか見た目もちょっと白くてマットな感じでいいかなと思ってます。今回のキッチンツアー、想定よりもかなり長くなりました。ピッピも退屈しているので、前編後編に分けてお届けします。まずは前編ご視聴いただきありがとうございました。皆さんのお役に立てると嬉しいです。